私の名前はゆかり。専業主婦をしています。夫の庄司とはもともと二人で生活していたのですが、ある日。なあ、ゆかり。実家で一緒に暮らしてくれないか。庄司がそう言ってきました。突然のことだったので驚いたのですが、義実家で一人で暮らす義母、みきおさんが、庄司、助けておくれ。ぎっくり腰で動けなくなっちまったんだ。そう言っていたらしいのです。正直、義実家で生活するというのはあまり気乗りしなかったのですが、動けないみきおさんを放置するわけにもいかず、私は承諾することにしました。それが間違った選択だとは全く思わず。ちょっとゆかりさん、お茶を入れて。みきおさんと同居して1週間、私は奴隷のように使われていました。はい、入れてきました。そう言ってお茶を差し出すと、何やってんだい、玉露だよ玉露と言って湯飲みを投げてしまうのです。玉露なんて高いもの飲まないと昨日言っていたのに。湯飲みを投げられたせいで、それの片付けもしなければならなくなりました。掃除をしていると、何ボサボサしてんだい。さっさと私の昼飯を作りな。と怒ってきました。いや、今掃除してるの見えないんですか？そう言ってやりたかったのですが、庄司からは仲良くしろと言われていました。そのせいで私は反抗もろくにできず、言いなりになっている状態です。みきおさんは私が何も言ってこないのをいいことに、どんどん理不尽になっていきました。ああ、肩が凝ったね。ゆかりさん、肩もみ頼むよ。でも今ご飯を作ってる途中で。こっちの方が優先順位は高いんだよ。さっさとしな。ご飯を作れと言ったり、肩を揉めと言ったり、言うことがコロコロ変わってすごく忙しいです。仕方なく肩を揉もうとすると、いたたたた。私はまだ軽く触れただけで揉んでいませんでした。それなのに痛いと言い出したのです。なんてひどいことをするんだい。老人なんだからもっと優しくして。ちょっと待ってください。私今触れただけで。言い訳してんじゃないよ。何を言っても取り合ってもらえず、私は理不尽に罵倒されてしまいました。そうこうしているうちに料理もすっかり冷めてしまい、また怒られ。疲れた。と、大きめなため息とともにそんな言葉を発してしまいました。なんだよ、母さんか？仲良くやってくれよ。仕事から帰ってきた庄司がそう言ってきました。仲良くしたいのは山々なのに、向こうが私をいびってくるんだけど、そう言いたくても、庄司も仕事で疲れているだろうし。ごめんね。もっとちゃんと仲良くしておくから。としか言えませんでした。結局、私のストレスがどんどん溜まっていくだけで、解決法は特になく、またみきおさんにいびられる明日が来るだけでした。ったく、どんくさいね。それでも専業主婦なのかしら？ある日、掃除をしている私に対してみきおさんが言ってきました。みきおさんはぎっくり腰だったはずなのですが、最近はピンピン歩いています。もしかしてぎっくり腰だということ自体嘘だったんじゃないかと少し疑ってしまいます。ほら、さっさと掃除しな。これでも一応早くやっているつもりなんですが、みきおさんは雑巾でやれと言ってくるのです。掃除機があるのにわざわざ雑巾でです。それでも早くやっているのに。私が若い頃はもっと早くやっていた。と、みきおさんは言っていたのですが、それって数十年前の記憶なのでは。そんな前の記憶、曖昧になっているでしょうし、当てになんてならないと思ってしまいます。でもぼさっとしているとまた罵倒されるので、
仕方なくまた掃除を続けるのですが、まったく、掃除もまともにできないんじゃ。昼ご飯は抜きだね。え？そう言うとみきおさんは台所に行き、作り置いておいたカレーをすべてシンクへ捨てました。ちょっと、なんてことするんですか？慌てて止めようとしましたが、みきおさんは止まらず、すべてのカレーを捨て、掃除が遅い罰だよ。私が若い頃は、これくらい普通だったんだよ。みきおさんの時代の普通を今やらないでほしいんですけど、このままでは、みきおさんのお昼も用意できないし、どうするつもりかと思えば。ああ、もしもし。お寿司特上、一人前お願いします。ちょっとお母さん？何頼んでるんですか？びっくりして思わず聞いてしまいました。しかし、みきおさんは当然のような顔をしています。カレーがなくなったんだから、何を食べようと私の勝手だろ？言っとくけど、あんたの分なんてないからね。自分で適当に食べな。あまりにも理不尽な仕打ち。カレーを捨てたのはみきおさんなのに。結局私は、この日はコンビニ弁当を買ってきて食べることにした。すると庄司が帰ってきた時に、何考えてるんだお前。特上寿司なんか食べさせやがって。そこまで贅沢してる余裕、うちにはないんだぞ。と言われてしまいました。いや、みきおさんが勝手に頼んだんだけど。どんなに私がみきおさんが勝手にと言っても、庄司は聞いてくれませんでした。それだけじゃなく、お前は普段から注意力がない。もっとちゃんと生きろ。と言ってきたのです。どうして家の様子を何も見ていない庄司にそこまで言われなきゃいけないんでしょう。なんだか悲しくて、涙が出てきてしまいました。何泣いてるんだよ。女はこれだから嫌いなんだよな。こっちは本当に悲しんでいるのに、庄司はただ面倒そうにしていました。するとみきおさんがやってきて、ちょっと、何泣いてるのよゆかりさん。と怒鳴ってきたのです。意味がわかりません。庄司は仕事で疲れてるんだから、あんたの話なんか聞いてる体力はないの。なんと、泣いてるのはあなたの理不尽さのせいなのに、そんなことを言ってきたのです。どうして私ばっかりこんな目に。この家にいると自己肯定感が下がります。その日は結局庄司はろくに話を聞いてくれず終わってしまいました。そして翌日。ちょっと、ゆかりさん。みきおさんが私を呼び止めました。あんた庄司に私にいびられてるって言ったんじゃない？そんなことないですけど。嘘おっしゃい。仲良くしろよって庄司に言われたのよ。ああ、めんどくさい。庄司にあんなこと言われるなんて、あんたのせいよ。みきおさんはヒートアップしたのか、私に対してどんどん当たりが強くなっていきました。そのうち、近くにあるものを掴んで投げるようになってきました。危ないです、お母さん。どんなにやめてと言っても、みきおさんは物を投げるのをやめてくれませんでした。そのうち、頭に当たってしまいました。痛っ！鈍い痛みとともに、そんな声が出てしまいました。ああ、何当たってんのよ、どんくさいわね。それくらい避けなさいよね。そう言って、やれやれ、というような表情をしてきました。加害者はみきおさんの方なのに、どうしてそんな態度を取られなきゃならないのか。悲しくなってきて、だんだん涙が出てきてしまいました。またそうやって泣くのね。私が若い頃は泣いたって何も解決しなかったよ。また私が泣くことを否定してきました。庄司もそうでした。この家では私は何をやっても悪役にされてしまいます。このままでは
私はどんどん人権を失い、精神的に病んでしまうのではないかと思いました。ちょっと、何うつむいてるんだい？聞いてるのかい？このままみきおさんに言われっぱなしでは、私はダメになってしまう。そう思った途端、ある選択肢が頭をよぎりました。そして、こう発言したのです。お母さん、私、この家を出て行きます。私がそう発言すると、少しの間だけ沈黙が生まれました。はぁ？そしてほどなくしてみきおさんが叫んだのです。どうして？何言い出すの？ありえなくない？何考えてるの？そうやって私の発言を否定してきました。どうやら出て行ってほしくないようですが。お母さん、私もう我慢できません。これ以上人格否定されたら私はダメになります。そう言ってもみきおさんは言うことを聞いてくれませんでした。黙れ！お前に家を出るなんて選択は存在しないんだよ。どうやらみきおさんから見たら私は召使いのようなもののようです。でなければ何でも言うことを聞くロボットといったところでしょうか。どちらにしてもみきおさんの中で私の人権など存在しないようでした。そうこうしているうちに仕事を終えた庄司が帰ってきました。なんだお前ら、何騒いでるんだ。そう言ってくるので事情を説明しようとしたのですが。聞いておくれよ庄司。ゆかりさんが家を出て行くって言うんだ。何考えてるこのバカ。私の言い分など全く聞いてくれず、庄司はすぐに私を罵倒してきました。ああ、この人に期待しても無駄だ。私はそう思いました。思い立って、私は自分の部屋に行くことに。おい、どこに行くんだ？出て行くのはやめたんだな。庄司がそう言ってきましたが、誰もやめるだなんて言っていません。私は自分の荷物をまとめに自室へ行ったのです。何してる？なんで荷物をまとめてる？さっきの話と荷物をまとめてる状況、これだけでなぜわからないのでしょうか。だとしたら状況把握能力がなさすぎです。出て行くことにしたのよ。あんたたちとはもう暮らせない。そう言うと庄司が怒り出しました。ふざけんな。お前にそんな選択肢ねえんだよ。言ってることがみきおさんと全く同じでした。本当に親子なんだなぁと感じます。人を見下しているところなんてそっくりです。本当にもう、あなたたちとは無理なんで。これ以上私を傷つけないで。お願いだから。そう言っても、自分たちは悪くないと思っているようで、庄司は怒ってきました。なんなんださっきから。俺に食わせてもらってるくせに、偉そうに。食わせてもらっているのは事実ですが、だからといってこんな仕打ちはあんまりです。私はもう話をするだけ無駄だと思い、黙って家を出て行くことにしました。おい待て！行くんじゃない！帰ってこい！おいゆかり！庄司が肩を掴んだりして私を引き戻そうとしてきました。大声を上げて周りの人の目を集めることで引き止めは回避しました。待て！行くんじゃない！ゆかり！このまま実家に帰り、弁護士を通して私は無事に離婚しました。庄司とみきおさんの理不尽攻撃、やっとこれから解放されました。しばらくは一人でのんびり暮らそう、と思っていたのですが、その半年後、なんとあの人から連絡が入ったのです。ちょっと、この電話番号ってゆかりさん？お母さん？電話口の相手はみきおさんでした。彼女は機械が苦手で電話すらできなかったはず。庄司にね、教えてもらったんだよ。
使い方をね。はあ、それで、一体何の用ですか？戻ってきなさい。なんともまあ、ストレートな言い方でした。そんな言い方で戻ってくるわけもないのに。あんたのせいで、庄司が仕事できなくなってるんだよ。そうなる理屈が全くわかりませんでした。何でも、家事を庄司がしているのだとか。そのため仕事に回す体力がなくて、仕事中に寝たりしているらしいです。いや、それならお母さんが家事をやってあげればいいじゃないですか。正論をぶつけてみたのですが、みきおさんは拒否してきました。ふざけないで。家事なんかしたらぎっくり腰になっちまうだろ。ぎっくり腰。そういえばそんなこともあったと思い出しました。どうせぎっくり腰だというのも嘘だったんじゃないかと私は思っているのですが。とにかく戻ってきなさい。あんたのせいで庄司が。わざわざ電話の使い方を学んでまで連絡してきたところ悪いですが、戻るつもりは一切ありませんよ。私ははっきりそう言ってやりました。そう言うとまたみきおさんから罵声が。なんでそんなこと言うの？散々うちに世話になっておいて。世話になったと思ったことはあまりないのですが、むしろ迷惑ばかりかけられていたような。あんたはね、うちの奴隷みたいなもんなのよ。庄司の金で食ってたんだから逆らうな。どうやら、みきおさんの目には本当に私が奴隷に見えているようでした。そうでなければ、こんな人格否定だらけの発言ができるはずもありません。お言葉ですが、私はもうみきおさんと庄司の言いなりにはなりません。はっきりとそう言ってやりました。みきおさんの怒りが電話越しでも伝わってきます。何言ってるんだい。それじゃあ、今までの恩はどうするんだい。みきおさんから見たら、私は二人に借りがあるようでした。まあ、全く借りを作った覚えはないので、すべて無視しますけど。おい、ゆかり、俺だ、庄司だ。今度は庄司が電話に。暇な親子だなぁと思います。母さんから聞いただろ。お前が必要なんだよ。お前じゃなきゃダメなんだ。庄司がとてつもなく都合よく、そのような発言をしてきました。そんなに私が必要なら、みきおさんのいびりを止めればよかったのに。俺は忙しかったから、お前らの関係なんていちいち見てやれなかったんだよ。そう言い訳をしていましたが、そんな理由で納得できるはずがありません。そもそも、庄司は毎日定時退社をして家でゴロゴロしているダメサラリーマンです。そんな人が忙しくて私たちの関係を見れないなんてことはありえません。明らかに面倒だから自分は関与しないと意思表示していました。なあ、頼むよ。母さんは家事をめんどくさがってやらないんだ。俺も仕事で疲れてるから家事がろくにできなくて。どうやら二人とも結局家事が面倒でやりたくないというだけのようです。どれだけ私が大変な家事をこなしてきたかやっと理解できたことでしょう。私の今までの扱いについて謝って二度としないって言うなら考えるわ。そう最後のチャンスを与えてみることにしました。しかし。はあ？なんだその上から目線。女のくせに俺を舐めるなよ。そう言ってきました。もはや救いようがありません。私は淡々と。わかりました。じゃあ二人で家事を押し付け合って苦労して生きてください。と言ってやりました。はあ？ふざけんな。戻ってこいよ。なあ。強い言葉を使ってきますが、電話口では怖くもなんともありません。そんな言葉使っても無駄よ。もしもこっちの実家に来ても、警察呼ぶから。警察という言葉に怖くなったのか、庄司の声が小さくなりました。やめろよ、物騒だな。俺はただ、
またやり直そうって言ってるだけで。やり直す気はないって言ってんのよ。もういい加減にして。最後に大きな声でそう言ってやりました。待ってくれ。頼むから。やり直させてくれよ。その後、今度はみきおさんからメールを使って長文を送ってきました。庄司の連絡先も、みきおさんの連絡先もすべて消して、二人との関係を断ちました。風の噂では、庄司とみきおさん二人で家事を押し付け合っているとか。庄司はそのせいで仕事がうまくいかず、クビになり、ニートをしているそうです。そんな庄司を見て、みきおさんはガミガミ怒り、喧嘩の際にぎっくり腰になったと言います。ニートとぎっくり腰。この先どうやって生きていくんでしょうね。最近はお互い家事を全くやらず、生ゴミの匂いが立ち込めるゴミ屋敷に住んでいるらしいです。そんなことになる前に、さっさと離婚してよかったです。私は今は実家を離れ、一人暮らしをしています。仕事にも慣れてきて、新しく交際した男性もいて、婚約もしました。離婚することでこんなに幸せになれるのだったら、さっさと離婚するべきだったと思います。